皆さんこんにちは。魔法使いリリです。化学物質過敏症になると病気の特性上社会保障制度の狭間に置かれてしまうことがあります。今回はその問題についてお話ししたいと思います。化学物質過敏症になると症状の重さにもよりますが、外出するだけで様々な化学物質に暴露してしまうため、発症前に勤めていた仕事や学校にも行けず、社会生活を送ることが難しくなる場合があります。さらに自宅の周辺環境や健在によっても症状が悪化し、家にいても十分に休まらず、今まで住んでいた場所に住めなくなってしまうことも多いです。そのため化学物質の少ない住環境を整える必要が出てきます。しかし適した賃貸住宅を見つけることはやはりリフォームなどをされてしまう場合も多いので、容易ではなく、場合によっては天然素材で家を建てたりリフォームをしたりする必要が出てきます。こうした状況だけでも仕事を失い収入が減る一方で、住環境を整えるための大きな出費が重なります。さらに高額な医療費が追い打ちをかけることもあります。化学物質過敏症の方は一般的なお薬や点滴、歯の詰め物などによって体調が悪化してしまうことがあるため、保険診療の範囲内では十分な治療を受けられない場合も少なくありません。その結果、他に新たな病気が見つかったり、治療が必要になった場合でも、健康保険の範囲では対応できず、やむを得ず高額な、自由診療などを受ける必要が出てきて、医療費が本当にかかってしまうことも多いです。化学物質は目に見えないため周囲の理解を得にくく、経済的にも身体的にも非常に厳しい状況に追い込まれてしまうことがあります。通常であればこのような状況に対して社会保障が機能するはずですが、化学物質過敏症の場合、現行の制度では十分に対応できないことが多いのが現実です。障害年金という制度は存在していますが、化学物質過敏症を診断できる医療機関は非常に限られており、体調不良を抱えたまま遠方の病院へ通院し続けること自体が大きな負担になります。また一般的な医療ではほとんど対応できないため、医療面での支援も期待しにくい状況です。さらに公営住宅はリフォーム済みであることが多く、化学物質の影響を受けやすい方にとっては安全に暮らせる環境でない場合も少なくありません。加えて食費や日用品についてもオーガニックや無添加のものを選ぶ必要があり、生活費がかなりかさむため、生活保護の範囲内で生活を維持することは非常に難しいと思います。このような厳しい状況の中で周囲の理解も得られず、社会から十分な支援を受けられないまま命を絶ってしまう方がいるというお話を私は知人から聞いたことがあります。私自身も当事者としてこの現実には本当に胸が痛みます。少しでもこの状況を知ってほしいという思いから、今回は化学物質過敏症という病気が社会システムの中で抱える問題についてお話ししました。人は体調が悪く安心して眠れる場所もなく落ち着いて住める家もない状況では、生活を立て直すことも新たな行動を起こすことも難しいです。日本は社会保障制度のおかげで多くの方が病気や経済的な困難に直面しても生きていける仕組みがあります。しかしその制度の狭間に置かれ日々大変な思いをしている方が化学物質過敏症以外にも存在していると思います。どうかそのような方々が一日でも早く安心して暮らせる環境が整いますように心から願っております。